皆さんこんにちは。ワンツーサードステップシニア一直線です。今日は6月の下旬に幼なじみと出かけた福岡県立新井への日帰り旅の様子をゆっくりお届けします。当日は台風が接近していて、空模様はあいにくの不順な状態でも大きな影響はないと判断し、以前から予定していた通り出発することにしました。ちょうど利用期限が迫っていた JR の株主優待券が2枚手元にあったのも何かの縁かもしれません。今回は友人がルート決めやビール工場見学の予約をすべて引き受けてくれて、私たちの幼なじみじいさん2人旅が始まりました。まず JR 鹿児島本線で木山駅へ。ここで天城鉄道に乗り換えます。木山駅の改札を出て、線路をまたぐ跨線橋を渡るとすぐ隣に天城鉄道の乗り場があります。階段を降りると、そこには1両編成の可愛らしい電車が待っていました。天城鉄道はかつては国鉄の路線だったようですね。木山駅を出ると、しばらくは工場や会社の建物が見えます。赤いきつねの東洋水産の工場も見えました。しばらくは住宅地が続きますが、その後に広大な農地が広がっていました。窓の外に目を向けると、田植えの準備に追われる農家の方々の姿や、植えられたばかりの青々とした苗が並ぶこの時期ならではの美しい景色が続いていました。縦の小郡大分井、一駅ごとにのんびりと進む電車の揺れに身を任せ、8駅目の立新井駅で降ります。ホームに降り立つと、そこには昔のままの空気をまとった駅舎が佇んでいました。
ところで、駅の看板をふと見ると、立ち洗い駅の文字。立ちの漢字は太い刀と書かれていますが、友人が持っていた観光パンフレットには、大きい刀で立ち洗いとあります。あれ、字が違うぞ。この日、私たちはちょっとした謎に出会うことになりました。駅の目の前には昭和20年の空襲の犠牲者を悼む碑がありました。かつてこの地で起きた歴史を静かに伝えています。また隣には立ち洗いレトロステーションという昔の駅舎をそのまま利用したレトロな資料館があり、屋根の上に本物のジェット練習機が乗っている不思議な光景に目を奪われました。展示スペースの都合で地上に置けなかったため、屋根の上に設置されたのだそうです。そこからキリンビール福岡工場までは少し距離のある散策です。徒歩15分ほど広大な敷地に沿って歩いていくと、大きな蒸留釜が飾られた工場の入り口にたどり着きます。この天候にもかかわらず、工場見学には海外からの観光客も含め多くの方が訪れていました。コンパニオンの方の案内で中に入ると、ビールの製造工程についての説明が始まります。残念ながら内部は動画の撮影は禁止でしたが、非常にわかりやすく体験も交えた説明に2人とも興味津々でした。見学の後はいよいよ待ちに待った試飲タイムです。サーバーから見事な手際で注がれた一番搾り。一口飲めば午前中からのほろ酔い気分が全身に広がります。さらに2種類の飲み比べを加え、合計3種類のビールを贅沢に堪能しました。お供のつまみもまたビールによく合うんです。自分へのお土産には今日飲んだ感動を忘れないよう、一番搾りの陶器製のグラスと、ここだけの限定おつまみを選びました。さて、お腹も空いてきたところでランチのお店探しです。コンパニオンの方にこの辺で美味しいお店はと尋ねると、久留米の名店大砲ラーメンが手掛けるちゃんぽん専門店月とランタンを紹介してくれました。お店まではタクシー利用を勧められましたが、酔いざましを兼ねて歩くことに。2人ともじいさんですが結構歩けるんですよ。でもこれが思いのほか遠かった。ようやく着いたお店は順番待ちができるほどの人気ぶりです。看板メニューの呼び戻しちゃんぽんは具だくさんでスープにとろみがあり、深いコクが五臓六腑に染み渡る美味しさでした。お腹も心も満たされた帰り道、この地の名前の由来に触れることができました。14世紀肥後国、現在の熊本県を本拠とした豪族菊池氏の第15代当主菊池武光が、この地での激戦の後に血まみれの刀を
小川で洗ったところ、川の水が真っ赤に染まったという故事から立ち洗いの地名が生まれたそうです。ゆかりの地に立つ菊池武光公立ち洗い伝承の地の石碑を見学し、歴史の重みを感じさせてくれました。そういえば道中ずっと気になっていたことがありました。駅は太い刀の立ち洗い。けれど自治体の名前は大きい刀の立ち洗い。記念館の受付の方やすれ違った地元の方にも尋ねてみましたが、昔からそうなんですとのことで、はっきりとした理由は分からずじまい。二人であれこれ推理しながら歩いたのもいい思い出です。ネットで調べてみると、なんと明治22年に町村制が始まった際、村が太い刀の立ち洗い村として届けたものが、官報には誤って大きい刀の立ち洗い村と掲載されてしまったのが発端なのだとか。以来130年以上、自治体名の大きい刀の立ち洗いと駅名などを本来の表記である太い刀の立ち洗いが現地では今も混在したままなのだそうです。まさかこんな行政のうっかりミスが由来だったとは。現地でも未だに両方の表記を見かける不思議な光景に2人で驚いてしまいました。そして旅の締めくくりに訪れたのが筑前町立立ち洗い平和記念館です。敷地内にはヘリコプターが展示され、体育館のような大きな建物の中にはかつての陸軍飛行場としての記録が詰まっていました。館内には国内でここにしか現存しないという貴重なゼ戦32型や97式戦闘機、試作機で終わった幻の機体神殿の実物大模型が展示されています。特攻隊として出撃していった若者たちの遺品や記録を目の当たりにすると言葉が詰まります。ここには私たちが決して忘れてはならない記憶が刻まれていました。再び天城鉄道と JR を乗り継ぎ、出発地に戻ってきました。旅の最後は恒例の反省会です。駅中にある和食店でまずはビールで乾杯。ここの刺身とバッテラは最高に美味しく、冷ややっこも体に染みました。何を反省するわけでもありませんが、今日一日の出来事を幼なじみと語らうこの時間が何よりの贅沢です。後日自宅でも買ってきた陶器のグラスにビールを注ぎ、立ち洗いの旅を思い返しました。偶然の再会から始まった幼なじみとの旅。この縁を大切に、これからもこうして元気に歩き回りたいものです。さて次はどこに行きましょうか。ワンツーサードステップ、シニア一直線でした。